はい、おはようございます。沖縄3日目の朝です。空は曇ってます。雨はね、今日も降らないみたいなので、まだね、その辺は良かったかなと。これから起きてね、朝準備して、またね、ご飯の方にね、行きたいなと思います。よいしょ。朝一のビーチです。わあ、すごい。めっちゃ綺麗。あ、なんか朝食が盛大だな。ちょっとなんだろう、見つけて書いてあったけど。美味しい。なんか最後のトマトの2つ書いてたね。そうだよ、早いね。朝が帰るってこと？まあ、ちょっと今日いろいろ考えながらバルコニーでコーヒータイム。やっと日が出てきた。さあ、今日の出発。今日は全然昨日と違って蒸し暑い。ね。さあ、じゃあ今日はこれからパイナップル行ってきます。まさかのパイナップルね。さあ、はい、ということで今回ね、今ねスタートしたんですけど、今日はルーちゃんのリクエストにより名護パイナップルパークに行きます。本当は予定してなかったんだけど、昨日割と予定詰め詰めで行ったから今日一日空いたんだよね。そう、名護のパイナップル行って、その後はまあ天気にもよるし、そう、この天気だからね、見えるか分かんないけど、だいぶね雨雲っぽいのがいるのよね。どんよりしてるね。そうだから何とも言えない。梅とりあえずねパイナップルに向かいます。あ、そこ道路作ってんだ、ね、じゃあこっからでも12キロだから割とすぐ着いちゃうんじゃないね。20分ぐらい、25分ぐらい、とりあえず行ってきます。行ってきます。ゆうちゃん、まあでもさ、この天気でもさ海綺麗だよね。日の光が入ってないけどね、それでもこんだけ透き通ってるから。さあもうちょっとでパイナップルパークだよ。で1キロ。この辺はなんかあれだよね、ホテルっていうかなんかあれだよ、多分ね住居だよね、一般住居っぽいよね。でもさ、修学旅行にパイナップルみたいな場所行ったような気がするんだよな。でもさ、パイナップル有名だからさ、いろんなとこにあるんじゃないの、パイナップルみたいなやつ。わお、なんか派手やな。派手や。パイナップルすごいね。今日修学旅行生もいるのかもね。なんかすごいね、派手だね。ねえ、カラフルやん、パイナップル。なんかあれなのかな、熱帯系の植物とかもあるのかな。ね、なんかもう駐車場行くまでがジャングルみたいになってるけどねえ、いいじゃん、ジャングルっぽくて。僕カラフル。カラフルっていうかトロピカルでね、トロピカルカラーだよね。植えるか。こっちの方が広そう。ここの通路が狭いんじゃない？わお、広いところのレベルじゃなかった。よし、じゃあ無事に着いたんで行きます。とりあえずカラフル、ここでカード発見。あ、これか、これだ、これに乗るんだ。パイナップルトレインだよ。どっちに行くんだろうね。あ、もう出発。 Hi everyone, the pineapple train is now. We're heading to the park entrance station now. Before we get there, please raise your hand if you パイ have. ナップルだよ。 Hi, これもうさ、全部パイナップルだと思ったらすごいね。 few areas within the prefecture. 全部パイナップルだよ。パイナップルの時期は4月ぐらいから2月に始め、夏場があ、ぐるって回った。種から植えて実をつける。どこまで行くんだろう。パイナップル。楽しそうだよ。
今パイナップルトレインに乗ってこれから園内入り口に入るけど、今度はカープ、自動運転で行きますからね。はい自動運転カーこれなんか面白いね。トレインに乗って今度はカートに乗ってくんだよ。すごい狭いとこ入ってた。何がいるってんだい。ほらこういうことだよ。でしょ。可愛いなんかこのカウントが。あ、いた。いた。こんなとこにいた。意外に怖いわ。はい、曲がります。プ。よし、じゃあちょっとパイナップル園歩きます。かわいい。パイナップル持ってるシーサー。蜜吸ってる。わあ、ハト出ちゃった。投げれるんだ。まあパワー髪の毛だけ気をつけて。バックス。うまっ。パイナップルパークを出ました。こんなにあれだよね、広くはない。そうそう。まあ所要時間、うちらは1時間半ぐらいだったかな。1時間半でも結構多分いた方だと思う。早い人多分3、40分のお家やね。かな。ぐるんって一周回るだけだとそんなもんで行っちゃうと思う。スムーズにね。なんかもう中で何か食べたり、あ、買い物したらもうちょっとかかるかもね。うちら買い物しなかったからね。ホテルからね近かったんだよ。ここはここで、それはそれでよかったかな。まあ、とりあえずここから10キロ走って海沿いに行こうかなって、せっかく晴れたから。まあ、昨日はね少しね近く行ったんだけどね、氷島の方にあるそのウッパマビーチっていうのかな。なんかねちょっとインスタ映えスポットっぽい感じの。行ってみましょう。この辺のお家は割と古民家的な昔ながらの。今の通り良かったね。茂みを抜けたら海みたいな。へえ、もうこっち海か。こう書いてあるじゃん、ウッパマ。ウッパマ。おー、なんかすごいね。あ、すごいねここ。いいね、景色いいんじゃない。おいやホテルのこのホテルじゃないかな。手前になんかね駐車場があったんだよね。ー。そっからそのビーチ行ける。あ、これだこれだこれだ。これホテル専用。え、じゃあ行けないじゃん。駐車場ちょっと探します。すごいなんかこういうこういうとこ感じなんだ。に止めるっぽい。すごいインザストリートやな。なんかね、ここに止めても行けるけど、さっき通ったホテルの駐車場そうになんか1台500円で貸してくれるらしい。だからそこ止めとこうって。じゃあさっきのホテルのそこの駐車場に止めていいのかな。そういうことっしょ。これでしょ。はい、ここね1台500円。今からちょっとお金払ってきます。中学生が泊まってん、ね、学校か。受付多分ここだと思うから。あ、はい、はい、ありがとうございます。さあここがウッパマビーチです。ホテルね500円払うと駐車場と、あとねここから出入りもできるしトイレとかも使えるんで結構便利かなと思います。雨降ってんね。うん、早くしよう。ドラえもんなんかちょっとドラえもんが怪しい形してるけど。おう、もういいんじゃない。すごいね、カラフル。でもあ、晴れたり日が出てきた。変な天気。すごいね。こんな感じです。ちょっとした映えスポット。はい、今ねバタバタと帰ってきたんだけどスコールです。急な完全に
パラパラからいきなりザーになったね。そうちょうど車が見えたねって話してたらザーってなって、うん、危なかった。これでまだちょっと中にいたら出れなかったよ。海にいたらもうこれどうしようって感じで。でもよかったね、誰もいなくて。いなくてよかった、うん、タイミング良かったからもある意味。でこっからはちょっと北上するかどっか行くか考えます。天気的雨よ雨。そしてこれから一回ご飯。でもそこもね本当はね景色がいいとこで有名な場所だから。この辺です。駐車場あるのかな。なんかすごいとこだね。ここらしい。すごいね。ワイルドスタイルだね。うん、はい、今ね着きました。こんな感じです。おしゃれで、あそこでね注文するみたいです。で車はねこんな感じで、ここパーキングみたいなピーって書いてあった。いいね、ちょうど雨もやんで。ふーちゃんはグアはでも持ち帰れるからいいんじゃない、これすごいココナッツ。飲んでみる？ココナッツ。あ、でもなんでも美味しいよ。さあどうでしょう、ココナッツ。苦っ上に残ってるのが少しだけで中にもあるから大丈夫かな。人が増えてきた。はい、今ねフィフィパーラー、素敵なカフェでございました。そうなんかね店がドーンってあるわけじゃないよね。ちょっとこうこじんまりとした感じで、そうで外でご飯食べるような。駐車場がね4台ぐらいしかないかなあれ。ちょうど晴れてきた。あー綺麗じゃん向こう。すごいね。ちょうど今晴れてるわ。こっから一番北の方に行って辺戸岬っていうのかな。読み方がちょっとわかんないんだけど、まあテロップで出最てる。ヤンバルクイナ展望台とかね、なんかあの辺のね、そうそうそう端っこの方にこれから1時間半ぐらいかけて向かおうと思います。で到着時刻が3時過ぎぐらい。そう3時ぴったりぐらいかな。でこっからはずーっと北上していくから、多分海沿いを走るっちゃ走ると思う。晴れてない？こっちめっちゃ綺麗だね景色。そしてずっと海沿い走ってんのね。そしてね日が差して綺麗だよね。でも雨も。どうやらここがやんばる国立公園らしい。すごいね。やんばる国立公園、沖縄の国立公園だ。うおーすごい綺麗。もう目の前海真っ青ね。意外とすぐ着いたね。着いた。まだ2時半。2時半。そんなかかんなかったね。空いてたからかな。空いてた。ようこそ沖縄最北端って書いてあるよ。沖縄最北の地に来ました。はい。よし、とりあえずね沖縄の端っこに来たんで歩けんじゃない？ピーってね、歩けそう。沖縄と最北の地。結構眩しいよ。ね。わ、めっちゃ綺麗。おお、すごい。さあ、ここがあれがヤンバルクイナ。あ、そうだね。いや、すごいねここ。わあ、すげえ。自然だな。見えた。じゃああれ飛んでたらふーちゃん食べられちゃうよ。怪獣じゃ恐竜と同じぐらいだよ。ヤンバルクイナ超でっけえじゃんあれじゃあ。わあ、風もすごい。パパもねちょっとお賽銭しに行きます。これ岩は何なんだろうね。なんかすごいトゲトゲしいから、すごいねこれ。飛ばないように気をつけて。みんな入れた？手を合わせて。うわ、めっちゃ綺麗じゃん下。本当だ。これ見てごらん。
この大自然よね。なんか綺麗なね青い海だけじゃなくて、このね岩肌とかすごいな。本当だ、なんかブロッコリーみたいな。ブロッコリーでっかくなりましたみたいな。すごい、この道。沖縄から北海道までをつないだ全長約1万kmの日本最長のロングトレイルだって。の終点、起終点。始まりでもあり終わりの場所か。うん。すごいね。祖国復帰、沖縄が返還された時のあれかな。全国の、そして全世界の友人を送る。どう？すごいよ。見て。わあ、すごいね。いいじゃん。うん。本当だ。壮大。なかなかね天気が晴れなかったからあれだったけど、ようやくここに来てめっちゃ綺麗な景色で、ここもね当初全然予定なかったけど、でも来て正解だった。なんかね求めてた沖縄の景色がここにある。晴れてる。すごくない？あんだけ透き通ってんだよ。圧巻の景色でした。ちょっとねこの辺いろいろあるみたいなんでね、もう少しね車で回ってみようかなと思います。さあ次はヤンバルクイナ展望台。さっき見えてた鳥のところの展望台、ここから車で4分ぐらい行ってみましょう。わーお。何斜め左方向ってあの道上がってくる？さあ、あの道上がってくるでしょ。すごいね。これ左方向って書いてある。これか。あ、これか。ここにこっちに曲がるんだ。すごいね。あ、すごい。ういちゃんヤンバルクイナ。すごいねこの景色。わお。あれすごいな。この道は。ここに止めて上がっていく感じかな。あ、そういう感じ？いや上にも駐車場あるんだよ。行ってみる？さあとりあえずね登ります。これね上にね駐車場一応あるらしいんだけど、この道幅なんで前から車来たらねきっちいなっていう。結構な坂だよ。そうなんで少しね歩いていきます。ジャングルみたい。これでもさ車通れるんか。すれ違いは厳しい。これだよこれ。よかった。この先だったら辛い。すごい。ここだってすれ違えないよこれ。ちなみにね駐車場はねこんな感じでした。意外と空いてました。さて登ります。いやー階段すごいね。おおすごいでっかいねこれ。ヤンバルクイナの展望台。よいしょ。そして頂上。すごい。ちなみにさっきいたのがあそこ、あの先端にいました。あそこからこのヤンバルクイナ展望台ね見えてます。いやすごいね。ぜひね沖縄この平戸岬の先にあるヤンバルクイナ展望台もねおすすめなのでちょっと歩くけど。はい
そしたらね、今から車に戻ります。一応ね、車通れるんだけど、マジですれ違いも大変だし、こういうねでっかい穴ぼこ開いてたりするんで、結構気をつけないとあれかな。こんなに暑いと思わなかった。意外とね、車来たけど諦めちゃうから、諦めた。やっぱ歩いて行った方が良かったな。ここ結構急よ。膝に来てるもん今。膝痛いんですけど。わあ、すごい。これ？目的地がわかんない。あ、これっぽいね。琉球神話の社を歩く。4時までだよ。受付。ギリギリ？ギリギリやね。終了は5時までだけど、受付は4時。よかったね。ここ終わったらもう帰ろう。さあ、無事に着きました。沖縄のね、神話をたどるみたいなとこです。受付4時までで、今3時40分だからギリギリ OK。間に合った。90分コースはきっちりね。ショートコースや。はい、ショート。すっごいね、でっかいね。よし、じゃあここからね、バス乗ってきます。これからバス向かいます。よし、無事に今ね、バス到着して、なんかちょっと案内を受けられるみたいです。本日は世界自然遺産やんばるの森、そしてここやんばる国立公園特別保護地区アスムイスピリチュアルハイクスへようこそお越しくださいました。このアスムイの崖の裏側の森の中、スピリットラウンジというところに来てます。どう行く？いや、ショートでしょ。ショートカットで戻ってくるでしょ。で、ガジュマルコース。この茶色い足跡はイノシシだそうです。今日最後の旅です。これね、ショートコースっていうね、一番簡単なのを選んだんですけど、それでもね、30分歩くと。で、しかも帰りも合わせるともう30分って。これフルだと何 ?60 分、30分で90分になるってこと？それうちね、もう時間がなくて、もう4時回っちゃってるから、急がないといけない。すごいね、こんなガジュマル見たことない。ね。でももうね。ちょっと前にね。あ、なんかいた。動物いた。いや、イノシシ？どこ？ちょっと前にね、イノシシがいるの？ここ今ここ登ってきた。知床の国立もすごいけど、やんばるもすごいね。端と端だけど。でもこれね、分かりやすくて、こうやってね、番号書いてあるから、番号通り進めばマップとね、合わせて進められます。ああ、あれか、すごいすごい。ただの放送でしょ。すごい。これもガジュマルと同じようにだって。白山のすごいね。根を垂らすんだって。こういうのクワカって言うんだね。行きますよ。行きましょう。自然豊かだから。うわあ、すごいね。さて、登っていきます。なかなかね、ショートコースといえどもヘビーな道です。すごい、やんばる国立公園。日本にもね、こんなとこがあるとはね。すげえな、これ。おお。おお。悟空岩。すごいね。いや、すごい。自然がすごい残ってる。すごい自然だね。ね。今までこんなとこ行ったことないんじゃない？何これ？石の壁。触れてみてください。ここが8番なんだ。そうだって。パワーが強い場所だって。さっきあそこ暑かったし、やっぱね。めっちゃ綺麗。おお。すごい開けてる。景色いいよ。
10番。これはなんだ。骨盤石だそうです。確かに骨盤に似てるかもしれない。うん。生まれ変わりの石、輪廻転生の石ってこと？くぐろう3回。いくよ。次に、はい、最後3。じゃあママも入ります。はい、3。どれどれ。おお、駐車場が。すごい。高いね、ここも。ねえ、駐車場がそこだ。あ、絶景だね。すごい綺麗。ここ来てよかったね。うん。よいしょ。まあ綺麗なね、観光地もいいけど、こういうね、自然がいっぱい残ってるね、沖縄もすごくいいと思います。うん。海だけじゃないっていうね。このやんばる国立公園、すごい。まあ少しね、ちょっとね、大人2000円だからね、ちょっと高いけど、まあ、ちょっと高いけど、まあ、国立公園だからね、そこはしょうがない。これを維持するためなんで。うわ、すごいね、ここも。岩の中の宇宙人。あれです。自然の芸術シリーズ。あちらです。この間の人面岩と同じぐらいの宇宙人だね。そうだね。そうそう、そんな感じ。絶景。すごいな。なんだこれ。これ何の葉なんだろう。何の木なのこれ。へえ。毒を持ってるらしい。こんなかっこいいのに。毒ありか。これゆっくり来てもいいね。長いコースで。今日僕らショートだけど、長いコースでもすごいいいと思う。自然を楽しめる。ドリンクサーバーかな。パパの名前。よいしょ。ウランガジュマル見に行ってきます。おお、ガジュマルだ。はい。で、ウランガジュマルはこの上の方。上、はい、おう。なるほど。すごい。すごい。でっか。ウランガジュマル。待ち受けにしたらいいこと起きるかな。すごいよね。よしよし、じゃあここから歩いて車まで帰ります。じゃあ疲れたね、さすがに。いやー、でもね、大満足だったよ。いや、ここが一番良かったかもしれないね。うん、満足度高かったよ。自然豊かで。沖縄の自然って感じ。国立公園ってすごいんだなって改めて思って。ね。めっちゃ堪能してきたんだけれども、現実的にはね、帰らなきゃいけないんで、そうですよ。ホテルまで。なんと57キロだから。まあまあ、天気もいいし、多分帰りも海が綺麗でしょあれ、もしかしたらサンセット見れるかな。う。かな。まあ、とりあえずそんなことも期待しながら、ホテルに帰ります。はい。すごい、綺麗。沖縄に来て初めてのサンセット。すごいね。あそこの白明高専の真下すごいね。すごいね。雲の隙間からめっちゃいろんなとこから伸びてる。はい、今ね、車止めてサンセット。うわ、めっちゃ綺麗だな、海。いやー、晴れた。昨日行った氷島のと本島を結ぶ橋が見えると思われる。
俺で違ったらけど。やばい、すごい綺麗。ホテル帰ってきたんだけど、ビーチがめっちゃ綺麗。最終日めっちゃ綺麗だよ。ね、天気に恵まれたね。最初だったら雨降ってどうなるか。本当だよ。すっごい綺麗。こんな感じです。すごい綺麗。よし、今ねビーチで絶景を見てきたので、これからねご飯も行っちゃいます。部屋戻らないで一旦ねこの目の前の店行っちゃおうかなって。なんだかんだ7時、6組ぐらい回ってなきゃいけなかったから、ちょっとこっち行ってみます。いいよ。はい、乾杯。最後の日に。乾杯。お疲れ様です。なんかパパ毎日海ぶどう食べてる。沖縄に来てからなんかすごいいろいろ来たよ。これ豚でしょ。豚の角ね、なんかさ、豚の角煮なんか違くない？四角いだけじゃないの。どういうこと？車エビで島らっきょみたいな蔵と海ぶどう、生ハム、手羽先。まだなんか玉ねぎっぽいっすよ。オニオンフライみたい。ゴーヤ。大人の味。飲んでばっかりだね。上から一つずつ柔らかい。これママのは紅一水。紅一水。パパのはこれクラ。沖縄のクラの相棒。はい。飲みやすい。これ美味しい。クラの相棒。ママのも美味しいよ。はい、今ね無事にお部屋に帰ってきました。ご飯ね食べてきたんで、もうあとねお風呂入って寝るだけです。体がベトベトです。さっさとお風呂入りたい。やっぱねずっと同じホテル取ってるから楽だった。楽。よし、じゃあちょっと入っちゃいます。ちなみにお風呂はねちゃんと沸かしてる。いやーすごい快適だった3日間。めっちゃいいお風呂だった。はい、ということでね最終日。昨日はパパ上地にしたんだよね。そう。うーちゃんここ、ママここ、パパ左。今日はパパがここです。パパだけ毎日ベッドが違う。あっち行ったりこっち行ったり。この2階のロフトを使うことなく。パパは使ったじゃん。パパはね、うーちゃんがロフトがいいって言うからさ、全然言ってくれなかった。遊び場所だよ。そう。まあでもよかったけどね、広くて。そんなね、こんな素敵なホテルも今日で最後です。明日はね、朝7時からご飯なんだよね。早めに起きてご飯食べて、ちょっという部屋でゆっくりして、出発とね、お出かけをしようかなと思っております。はい、じゃあ皆さん、おやすみなさい。